今回はこのビスクスドールは恋をするに出てくる北川マリンちゃんのドルを作成したので、それの制作動画をまとめてみました。以前メイクで使ったキューバヘッドを使っていこうと思うんですけど、マリンちゃんの輪郭とちょっと違うんですよね。なのでかなり今回も削ったり盛ったりしていこうと思います。で、まずですね、この顎のラインがもっとシャープなんで、こう結構削るのと、あとこの裏側を削ります。そうするとですね、ちょっと丸みを帯びた感じがシャープに見えるんで、その加工ですね。あと顎をとんがらせて、鼻をもっと低くします。目は結構つり目なので、この下を平らにして、つり目な感じで持っていく感じですね。それをですね、ガッとやっていきたいと思います。で、まず、顎をですね、ガーッと削っていこうと思います。あんまり削りすぎると貫通しちゃうんで、ほどほどに。ちょうどここの峰っていうんですか、この峰のこの裏を削っていく感じですね。これを削るとですね、結構シャープに見えるんで、私はよくやってます。やると、ここをきれいに平たくするのが結構大変なんで、きれいに仕上げるには根気のいる作業ですね。あんまりですね、違いわかんないかもしれないんですけど、ここ結構削ったんですね。こちらがふっくらしてるのが、ちょっとシャープになっているのがわかると思います。あとここの顎の後ろもカットしてるんで、ここもシャープになってるんで、横側を見た時ってですね、もう少し削りたいんですけど、横側を見た時に結構細く見えるっていうんですか。ただ、これをですね、平たく綺麗にするのはなかなか大変なんで、あまりやりたくない作業なんですけど、ではですね、これに合わせて鼻もですね、ちょっとここ削って、ここら辺も少し削ってですね、ちょっと平らにしていこうと思います。鼻はですね、以前、電熱ペンでやった方が綺麗になるって言ったんですけど、ここに集中した方が効率良さそうなんで、ナイフでガリガリいっちゃいます。これでざっくり削ったんで、一回ルーターでですね、表面をきれいになだらかにしたいと思います。多分2時間ぐらいやったと思うんですけど、ちょっとボコボコなんですけど、これでとりあえずいいかなと。でこれから持っていくんですけども、こういう感じでまぶたを盛るのと、あと下はまっすぐにします。多分まっすぐにした方がマリンちゃんっぽいかなと。まぶたを盛るとですね、アイホールこの全体の大きさが小さくなるので、顔のバランス的にですね、目がちっちゃくなる傾向があるんで、この目頭と目尻の部分を少しカットするとかですね、そういった調整をしてバランスを整えてみたいと思います。不備編は以前作ってるものですね。原作は少女漫画なのかな。すごく、ドールにすると映えるんじゃないかっていうお化粧なので、その分難しいのでですね、ちょっとプレッシャーはすごいんですけど、まぶたを持ったんですけど、第一段階的にはこんな感じで、こういう横長のですね、にーってやったような口の形をですね、ちょっと作ろうと思うんですけど、ちょっとバランスを見ながらやっていこうと思います。なかなか口は難しいんですよね。前回は削りすぎて盛り直したんで、あんまりですね、削りすぎないように気をつけてやっていこうと思います。どうすれば口が可愛くできるかって、これ怖いですよね、ちょっとね。いろいろね、考えてんですけど、全然ダメなんですよね。プロクサンさんのペンサンダーを買ったんで、かなり表面は綺麗になりました。かなり試行錯誤してこんな感じになりました。右目は少しまぶたを閉じた感じですね。あと頬が上がってるので、ちょっとここら辺を持ってるんですけど、口の中は仮の歯を入れてるんですけど、これを入れないとですね、なんかイメージが全然湧かないっていうか、
ただ穴が開いてるだけっぽいく見えるのでちょっと入れてます。吸盤ヘッドですね、顔の幅があったんで、マリンちゃんに合わせるように顔の幅を細くしたかったんで、お湯につけてこう横をギュッて押さえてですね、固めたらうまく細くなったんで、普通の吸盤に比べると細いと思いますので、これでですね、反対側も決めていって表面処理をしていこうと思います。今回から表面処理に強い見方があって、プロクソンのペンサンダーというのを導入しました。これはですね、かなりガリガリ削れて表面処理が楽になるんで、これちょっとですね、使ってみたいと思います。アイとかウィッグをかぶせてバランスを見たら、少し細すぎる感じがするんですよね。あと、ここを絞った分ですね、頭の上がちょっと大きくなり気味なので、お湯でちょっと輪郭を元に戻して、それでメイクをしていこうと思います。元のサイズに戻ったので、顔のバランスはすごい良くなったんじゃないかなと思います。でも、マリンちゃんのイメージはもう少し細身なんで、またですね、ヘッドを細くするっていうのはチャレンジしてみようと思うので、これでメイクを始めたいと思います。結構ですね、先っぽがこう固まって割れてきたり、絵の具がだんだん硬くなってきてるんで、あんまり長くは持たないみたいですね。なのでですね、これをいつも使ってるこれオレンジなんですけど、最近出てこないのでですね、こんな感じで朝食のスプーンで取ってたりします。量が減ってきてるんでしょうがないかもしれないんですけどね。まずオレンジで下書きをして、だんだん黒くしていこうと思うんですけど、マリンちゃんはそんなにですね、化粧が濃くないというか、化粧は濃いんですけど、こう描くところは結構少ないのでですね、シンプルなメイクになるんじゃないかなと思います。今回のソフビの加工は多分ですね、トータル10時間とかそこら辺かかってるんじゃないかなと思います。ペンサンダーをした後に、なんていうんですか、波打ってたりして、その表面をまたさらに綺麗にするとか、ちょっと使い慣れてない部分があったんで、ペンサンダーを使えばかなり楽になるんで、またゴリゴリ使っていこうと思うんですが、なかなかですね、バランス取るのが難しいですよね。実際のマリンちゃんと比べると、ちょっと、なんていうんですかね、目が大きかったり、口がちょっと大きいかなって思ったりですね、なかなかうまくいかなくて、やっぱり、もっと設計っていうんですか、こうやるよっていうのを、イメージというか具体的に絵描いたりとか、そういうのをしないと、やっぱ行き当たりばったりになっちゃっているような感じですね。
なかなか可愛いマリンちゃんを描くのは難しいんですけども、下書きはこんな感じで、まあいいかなっていうところですね。じゃあこれにですね、オレンジに黒を加えたり茶色を加えたりしたもので輪郭を濃くしていこうと思います。ちょっとまつげのバランス間違えちゃったんですけど、顔はだいたいできてきたんで、今度唇ですね、ここら辺ちょっとやっていきたいと思います。唇は普段パステルを使ってるんですけど、ちょっとですねアニメっぽくするというか、絵の具で塗ったらどうかなと思ったんでちょっとやってみますね。普段はあんまりやらないんですよ。なんでかっていうと、この唇と肌の境っていうのが結構はっきり見えちゃうんですね。で、違和感が結構あるんでやらないんですけど、色が薄いので動画だとちょっと見づらいですね。次はパステルですね。これが一番好きな時間なんですけど、今回書くことにいっぱいいっぱいで、あんまりなんかコメントがなくて大変申し訳ないんですけど、マリンちゃんはパステルで決まるような気がするんですよね。
もっとピンクにしてもいいかもしれないんですけど、ちょっとやりすぎるとまた元に戻せないので、次は斜線とかホワイトとかを入れていこうと思います。では今回のおさらいをやってみようと思うんですけども、ヘッドは9番ヘッドを使っております。こちら左側が素の9番なんですけど、何番ヘッドがわからないぐらいの加工が入っていると思います。アイホールは結構形を変えていて、モデルにした絵がですね、こうなんていうんですか、微笑みかけてるような絵なんで、かなりまぶたを持ってみました。この下の部分もですね、ちょっと形が違うんで、少し平らにして、長細い卵型にしような感じにして、この微笑みかけたような愛の形をチャレンジしました。かなり形的にはいいかなと思います。ただ大きさがですね、ちょっと大きかったんで、目の大きいマリンちゃんになっちゃってるんですけど、この9番はですね、この上まぶたが少し出っ張ってるんですね。で、厚みが結構あってですね、そのままの状態ですと、なんか目がくもんで見えるんで、ここをですね、かなり平たくなるぐらい削りました。ちょっと比べてみるとわかると思うんですけど、この出っ張ってる部分をほぼ削り取ってます。あとですね、この上まぶたの厚みが薄くなるように、ここも薄くしてます。目の周りはですね、かなりいじったんじゃないでしょうか。この頬骨のところですね、頬骨も少しこう微笑んだ感じが出るかなと思って持ったんですけども、表面処理するのに削っちゃったんで、ちょっとプラマイゼロぐらいになっちゃったかなって。DD の鼻はとても高いので、アニメキャラだとちょっと鼻が大きすぎるかなと思うので、かなり削りました。こんなに削ってます。で、鼻だけ削るとですね、この、なんていうんですか、鼻のこの筋が結構ですね、目立つので、ここの眉間の部分と合わせてですね、ここもですね、かなり削って、このおでこのこの部分ですね、が平たくなるぐらいに削ってます。なので、真正面から見るとあんまりわかんないんですけど、これ横から見ると、こういう彫りがなくなってると思うんですね。ここまで削ると、6番ヘッドとか、もっと彫りのないヘッドでもいいんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっと9番で作っちゃったんで、いろいろ頑張りました。あと、口ですね。口もかなり削りました。この口にするとですね、上唇のが出っ張りすぎちゃうんですね。なので、この上唇も、ちょっと残してはあるっちゃあるんですけど、ここをほとんど削ってですね、開口したような感じですね。この形を作るのが結構大変で、線描けばいいんでしょうけど、線描いて側尾盛りすると、その線が溶けてですね、広がるんであんまり嫌だなと思ってやってないんですけど、描いて、少し形を決めてからやった方が今後いいかなって思いました。私のこのカットはあまりにも行き当たりばったりなんで、やっぱり手戻りが多いんですよね。あとこの顎のラインですね。最初は削りでなんとかなるかなと思ったんですけども、かなりシャープになってるかなと思います。この裏のですね、こうふっくらした部分をカットするだけでもシャープに見えるんで、あと顎を尖らせてですね、
アニメっぽい感じを出してるんですけど、さらにもっと細い方が似合うかなと思ってお湯つけてこう縮こめたんですけど、あまりにもですねちょっと顔のバランスが悪くなったって言ったらちょっとあれなんですけど、細くなっちゃったんで、またお湯でですね元の大きさに戻しました。元に戻した方がやっぱりバランスがいいですね。愛はですねいろいろプロトとですね試作品を作って試したんですけど、あんまりいい感じにならなかったんで、3種類ぐらい作りました。以前の動画でレジンを節約する愛の作り方っていうのをご紹介したんですけども、3個も作っちゃったら節約でも何でもなかったっていうことなんですけど、作り直しただけあって、やっぱり今のモデルのマリンちゃんにとても似たんで、ここは妥協しなくてよかったのかなと思うんですけど、本物のマリンちゃんはもっと目がしつこくないっていうんですか、さっぱりした感じなんですけど、私のは結構なんか黒いくどい目になっちゃった感じがします。口の中はいつも通り樹脂粘土で作っているんですけども、エミちゃんの動画でですね、この樹脂粘土の中に白の絵の具を混ぜると歯が白くなるっていう、それを真似させてもらいました。こちらがそのままの樹脂粘土を固めたもの、こちらが白い絵の具を混ぜたものですね。結構こちらが白の絵の具を混ぜたものですね。結構違いますよね。絵の具を混ぜた方は本当真っ白になるんで、いろんなディーラーさんの知識っていうのは本当すごいなって感動いたしました。ありがとうございます。表面はレジンでコーティングしてるんでちょっとピカピカしてます。あとメイクは普段通りではあるんですけど、ドールのメイクにしたらそのまま可愛くなるっていうそういうモデルだったんで、とてもドールメイクに参考になる絵だったと思います。二重まぶたとか眉毛は結構シンプルなんで、ここをどううまく見せるかっていうのもテクニックかなと思ったんですけど、ここは1本2本線を描いて黄色で描いたりピンクでちょっと色塗ったりして結構ごまかしながら塗ったんですけど、こういったところもですね積み重ねていくと、技術力アップになるかなと思うんで、本当このなりちゃんのメイクはですねとても楽しかったです。アイラインの部分はパステルだとですねここの縁を強調するのが難しかったんで、ピンクの絵の具で塗りました。ピンクの絵の具の上にパステルを塗ると、またよりですね、なんていうの、はっきりした感じの色合いになるので、昔よくやってたんですけど、最近あんまり意識しなかったんですが、よく考えたらそういう効果もあるなと思いました。あと、ここら辺はもう普通な感じですね。左側の頬の盛りのところで、私は頬の盛るのがうまくなくてですね、ちょっと表面が汚くなっちゃうんで、結構このパステルでごまかしてるんですけど、あんまり見えはしないんで、良かったかなと思います。口紅は普段パステルでいつもやってるんですけども、マリンちゃんのこのメリハリを出した唇っていうのを出したかったんで、あえて絵の具で描いて、この縁はですね、シンナーでこう拭き取って境目をですね、にじますような感じにしたら、ちょうど良かったかなっていう。途中にですね、何回か艶消しスプレーを吹いたんですけども、艶消しスプレーを吹くとですね、この境目がちょっと滲んだ感じというか、なんかぼやっとした感じになるので、全体的にですね、いい感じになってるような気がします。もしかすると唇も艶消しスプレーを吹いた関係で、この境目がぼやっとした感じになってるのかなと思います。ウィークはドールス N さんのウィークだと思うんですけど、ちょうど金髪があって本当良かったんですが、標準だとですね、髪の毛が長くて、ちょっとバランス悪かったんで、かなりカットしました。1センチぐらいですね。姫カットだったんで、オールまっすぐだったんですね。こんな感じの。髪の毛を分けたかったんで、手袋しながらドライヤーでですね、こうやって、癖をつけて、ちょっとマリンちゃんっぽくなったと思います。あと耳もですね、この裏にかけると、よりマリンちゃんっぽくなったかなと。アクセサリーは大してつけてないんですけど、これはキワさんで買った丸カンですね。もう少し大きなものだったらいいかなと思うんですけど、これをただ単にはめただけです。あとここら辺にピアスもしようかなと思ったんですけど、ピンみたいなものがちょっとなかったんで、省略しました。首のカチューシャはですね、100均の黒のマスキングテープです。この真ん中に飾りがあるとよりマリンちゃんっぽくなったかなと思うんですけど、ちょっとここもですね、いいのがなかったんで、このままにしました。テストとかいろいろ込みで2週間ぐらいかかったんですけど、
とても可愛いマリちゃんができました。これ胴体を加工してですね、首を細くしてるので、ここのですね、後ろの部分とかちょっとずれるとですね、バランス悪いので、こういったところも本当は加工できたらいいなとかって思ったり、ちょっとですね、この首の位置によってですね、前に顎が出すぎるんで、ちょっと引いたりすると、ここら辺が結構余っちゃうっていうような、微妙なですね、真正面から見ると大丈夫なんですけど、ちょっと横から見ると微妙なんで、それはウィークとかでですね、隠さないといけないんで、なかなか全てバランスよく作るっていうのはなかなか難しかったです。このアニメは私もすごく大好きだったんで、マリちゃん作れて本当楽しかったんですけど、4月から春アニメがやるんで、またですね、何か可愛いドールとかそういうオタク要素の強いアニメがあったらですね、キャラクター作ってみたいと思いますので、ご期待いただければと思います。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。では、またね、バイバーイ。